皆さん、こんにちは。漫画家の下本慎です。あやすんです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今回はですね、はい。またコメント欄に来てた、こんなお悩みに答えていきたいと思います。はいはい。自分のキャラクターを描いてると、毎回違うキャラを描いてるのに、同じキャラになってしまいますと。まあなんか友達とか人に見せた時にも違いを理解してもらえなくて、これとこれってさっきと同じキャラだよねみたいな。そういうことか。まあそういう悩みがね、あと何書いても同じ顔になっちゃうとか。でも分かる気もするよね。まあそういう悩み結構来てたので、今回はレベル別にそのお悩みの解決方法を教えていきたいと思います。はい。まあ、ちなみに最後のレベル5は結構難しくて大変かなと思うんですけども、ぜひ最後まで聞いて挑戦してみてください。早速やっていきましょう。じゃあ早速、解決方法、レベル別に教えていきたいと思います。まず、この画像を見てください。これを見比べて、次に書いたとき、どっちかを書いてどっちですかって多分聞いても、みんな、みたいなことになっちゃうと思う。なるね。仮に名前が違ったとしても。そうだよね。あれってなると。そうだよね。まあ、要は何がいけないかっていうとね、なんで同じ顔になっちゃうのかっていうのは、もう書き分けができてないっていう、そのことに尽きるのね。なので、レベル別の書き分け法、早速教えていきたいと思います。レベル1はですね、髪型を書き分けるです。正直これは、私がここでみんなに教えなくても、もうね、無意識にできてる人たちが多いんじゃないかなとは思うんだけど、これは私結構意図的にね、髪型を似せてるの。でもよく見て、ほら、前髪のね、流れがね、こっちはこう左に流れてる。こっちは右に流れてる。だからもしかしたら書いてる人本人的にはね、いや、髪型もちゃんと書き分けてるんですって思うかもしれないけど、ただね、これぐらいの書き分けは、正直もう同じキャラとして見なされちゃう。まあ、双子みたいなね。そう、エース君の言うとり、双子キャラのみ、この前髪の流れが逆で許されるの。いるよね。そう、双子キャラって大抵なぜかさ、アニメ漫画の場合さ、前髪の流れ逆になるよね。で、髪の色が違う。そういうね、それは双子キャラではぜひこのやり方してほしいんだけど、それ以外ではこれぐらいの書き分けじゃね、もう同じキャラって言われてしまうので、まずは髪の毛をがっつり書き分ける練習をしたいと思います。じゃあどうやって意識すればいいのかっていうところなんだけども、まずは分かりやすくパッと見いいのは、前髪をやっぱ思いっきり変えることなのね。同じような前髪してるとやっぱパッとした時の印象が一緒になっちゃうから、例えば今のはちょうど目のところに線が被るぐらいだったじゃない。だから思いっきり、長さをもう短くしたり長くするっていうパターン。まあ1個まず短くしたらいきます。こんな感じでやっちゃうのが1で、逆に思いっきり長くしちゃうっていうね。こんな感じ。まあ、もっといっぱいバリエーションはあるんだけど、とにかくこれぐらい思い切って変えてあげないと、同じキャラってすぐパッと見た時思われちゃうから、ぜひ前髪まず思いっきり変えてあげてください。で、後ろの髪も当然女の子キャラの場合は、もう長さを思いっきり変えてあげてください。やっぱこの同じ長さにすると、ある日前髪のセッティングを変えてきた同じ子に見られてしまう。可能性あるよ。やっぱ女の子はね、髪型変えるくじを、その日の気持ちでヘアアレンジ変えるからね。だから後ろの髪の毛も、ぜひロングにする、ショートにするとか、結んでる、この子は必ず結んでるとか、まあそれぐらいのね、ことをしてあげてください。じゃあこの子はちょっと思いっきりロングにしたいと思います。こんな感じです。まあこうなった時2人並べたらね、まあちょっと顔は似てるなと思うけど、もうね、同じキャラとはね、ならないと思うんだよ。確かに全然違う。やっぱ髪型だけでね。髪型だけでほんと違うの。これまあ男子の場合はね、女の子とか描くの得意な人は結構多いけど、男の子描くの苦手な人多いから、髪の毛のバリエーションが最初あんまりなくて、難しいと思うんだけど、まあそれよかったら過去に髪の毛の描き方の動画とかも出してるので見てもらって、こういう感じでまず髪の毛の自分の中でのバリエーションを増やしてあげてほしい。で、正直今レベル1だからまだこの先2、3、4、5って続いていくんだけど、これだけでももうね、十分なことある。世の中の漫画、これだけでキャラ描き分けて完結してること多々あるよ。そうなんだ。そう、てかぶっちゃけ私ももう女の子キャラなんかもう髪型描き分けたら、あとはそんな大きく描き分けてないみたいなことあるよ。だからそれぐらい髪型って大事なのね。なので、まず髪型を描き分けるっていうのを意識してみてください。ちなみに今白黒で終わらしちゃうけど、いろんな時の場合は色の髪の毛の色も変えてあげてほしいし。もうそれはやっぱ目ですぐ分かる。そう、白黒の時の場合は片方黒髪にするとかね。そういうこともまあしてあげてほしいです。じゃあ次、レベル2に行きます。
レベル2はですね、はい目の描き分けです。うんうんうん。まあ目の描き分けは、ちょっと絵に慣れてきた人だったら、そんな難しくなくできることなので、ぜひチャレンジしてみてほしいです。はい、じゃあ今ちょっとこの子の目だけをここにちょっと大きくもう一回片側の目だけ描いてみるね。はい、じゃあこんな感じで今目だけを描き出してみました。ここの最初の一人目のキャラの目っていうのは、みんなが自分が一番描きやすい目でいいと思う。あとはお気に入りの目とか。まずは一人目はそれで OK。二人目以降を考えるときに、ぜひ元の自分の好きな目から変えていくっていうイメージで持ってください。で、この目をちょっとずつ意識的に違う形の目にしていきます。この時先にちょっと注意点言っとこうと思うんだけど、一人目これね。で、二人目以降は好きな作家さんがこんな風に描いてたから、自分もそれを真似てみました、みたいに感じで思い切って変えすぎるとね、そもそも画風が変わっちゃうの。目はその人の画風でもあるから、すごくもうね、別キャラじゃなくて別作品のキャラになってしまう可能性がある。なるほどね。なので、そう、これはちょっと良くない例の変え方。どういう風に変えるかというと、あくまでこの形、このスタイルはね、残してあげて変えていきたいです。なので、理想の変え方はこっちに書きます。はい、もうこんな感じ。もうほとんど変わってなくないって思うんだけど、実際これは結構こう描いてる目で、パッチリ系だったのを、目尻を尖らして、この目がパッチリ開いてる隙間を閉じて、少しこう、優しい雰囲気の目に変えてみたっていうだけで、これだけだとそんな変わってなくないと思うけど、さっきの髪型と合わせてこれやったら、もう全然違くように見えるので大丈夫です。まあこのキャラにやってみるね。はい、こんな感じになりました。本当だ。もうこれでさっきとはもう完全にこれでもうね、別キャラだと思う。ちょっと違うわ。こっちがさ、パッチリ系の明るい主人公だとしたら、こっちはちょっとおしとやかなお姉さん系キャラみたいな。確かにね。もうそういう風に見えるし、もう正直ほんとレベルいいんだけど、ここまでやったら、見てる人が別キャラと思ってくれる、同じキャラに間違えることはほぼないと思います。これだったらね、双子じゃないわ。双子じゃないね。友達だよね。友達だな。友達だよね。すごい、全然違うわ。ということで、正直もう、初心者さんはここまででも OK。ここまではもうマスターしてくれれば全然 OK だけど、まあさらに上の書き分けを目指したいって人もいっぱいいると思うので、その上のレベル3いきたいと思います。はい、じゃあこれで、まあちょっと見てほしいんだけども、実は S 君って言って、このキャラって友達だと思ってたでしょみたいな。でも実はこれ、めっちゃ中学生ぐらいの女の子と、実はこれもう OL のお姉さんだったんだって言われたとき、なるほど。ピンとこないね、まだ。そうだな、友達なんだ。同級生の友達だと思ってたわ、みたいになっちゃうよね。そうね、同い年でぐらいだと思っちゃった。そうだよね。ということで、そういう時の書き分け、レベル3、ちょっとここから難しい。輪郭を書き分けます。正直ここまでは、みんなやってほしいんだけど、ここからは、私もなんかやるときとやんないときがあるぐらいの応用になってくるから、まあ難しかったら、まあちょっととりあえず2までは意識してくればいいけど、まあやっていくね。まあ、まずこの子の輪郭を下に書いてみるね。はい。まあ、ざっくり今この子の輪郭をここに書いてみました。で、結局この輪郭を変えるっていうのは、縦に伸ばすか、逆にギュッと縮めるかの、どっちかなのね。まあ、ちょっと書いてみます。こんな感じです。これ縦に伸ばせば伸ばすほど、男性的だったり大人っぽい印象になっていく。で、縮めれば縮めるほど、子供だったり、まあ、可愛らしい印象になっていく。なので、まあ、自分がこう見せたいキャラクターの方向によって、この輪郭と目の置く位置みたいのをイメージしてみるといいと思います。なるほどね。なので、この子はちょっと、実はこの子より年上という設定になったので、じゃあ、面長にする。ちょっと長めに今から変えてみたいと思います。こんな感じになりました。ちょっとあえて服装も変えてみたけど、わかるかな？もう明らかにお姉さんになったのが。なった。まあ服装を変えたからっていうのももしかしたらあるかもしれないけど。でも服変えなくても多分、ちょっと顎伸びてるからね。シュッとしたよね。なんか要はだから、これだとちょっともしかしたら漫画の中だとお姉ちゃんと妹みたいな。なるほど。ようにも見えるでしょ。まあ確かに見えなくない。だからやっぱこれはやりすぎるとちょっと変になるから、自分の絵柄の範囲で収めてほしいんだけど。微調整が必要。そうそう。あとやっぱ男性
キャラとやる場合でもぜひね、男性の方をシュッとしてあげたら男性っぽくなるからおすすめなんだけど、ぜひぜひちょっと難しくはなってくるけど、輪郭自体も年齢に合わせてちょっと描き分けてみるっていうのをやってみてください。じゃあ次、レベル4です。レベル4はですね、性格の描き分けです。性格の描き分けって何？要は、性格っていうのはね、その性格が表情に出るのよ。つまりは表情の描き分けってことにはなるんだけども、でもまずそもそも表情の描き分け、怒ってる泣いてるとかいう話をしたいんじゃなくて、その子がどういうキャラかっていうのを自分で理解した上でちゃんと描いてれば、もうちょっと描き分けってできるようになるはずなのよ。それがもしね、自分が描く時点でみんなが何も決めてないでなんとなく A ちゃん B ちゃんを描いたら、私似ちゃうと思う。なるほど。でもね、自分の中で A ちゃんははちゃめちゃ元気な明るい子、B ちゃんはちょっとネクラで泣き虫って決めてた時ね、その二人が似ちゃうっていうのはちょっとないかなと思うんだよね。もう必然的に自分で、なんかこっちは泣いてる感じになってて、片方はめっちゃ元気な風に描くからってことか。そういうことっていうのをちょっと見せたいと思います。なるほどね。じゃあ、まあ、この二人はちょっと姉妹になったとして、姉妹ね。妹の方ははちゃめちゃ元気。で、お姉ちゃんはちょっとおごりっぽい。おごりっぽくしっかり者みたいなイメージになった時に、まあこの表情でも悪くないけど、やっぱその性格を反映した上で改めて表情をちょっと描いてみるね。まず妹の方は元気じゃん。でもここで目とかを変える、デザインを変える必要はないからね。さっき決めた自分のデザインでいいんだけど、その元気だっていうことを表情に出してあげたい。そうなってくると、まあ片目をこっち開けてて、片目をウィンクとかしててもいいよね、元気な子だから。なるほど。もちろん同じように描いても、それは大丈夫、お好みでね。で、ここで表情を左右する一番大事なパーツってね、眉毛と口なの。眉毛と口で表情って大体決まるのね。だから、もっと元気な子だったら、眉毛をちょっとこう上に吊り上げてあげて、口をもっと大きく笑ってる感じにしてあげる。開けてあげるみたいな。そう。で、こっちのお姉さんの方は、ちょっとじゃあ怒りっぽかったり、しっかりしてるっていう感じを出したいから、目のデザインはそのまま使って、怒りっぽい場合は、眉毛を吊り上げてあげたりとか、しかめっ面にしてあげる、眉間にシワを寄せたりとか、そういう風な感じに描くと、怒ってる感じ出やすい。で、口も両端を下げてあげる。そうするとちょっとこう怒ってる感じが出やすい。こんな感じになりました。これでもう明らかなる性格の違いまでみんな書き分けたと思うんだよね。この子はもう絶対明るい子なんだなっていうのがみんな見た人に伝わるし、この人はちょっと今困ってたりとか、なんかを訴えてんなこっちにみたいな、もうしっかりしてよみたいなこと言ってるっていうのが想像つくよね。これ多分もうここまでいくとみんなもうね、キャラクターを書き分けてる、本当に。もはやこれ漫画家のなんか考えになってくる。いやでもまあ本当に書き分けってそういうことだから、多分事前に何にも考えないで A ちゃん B ちゃんを書くんじゃなくて、ちゃんとどんな子かまで理解して A ちゃん B ちゃんを書いてあげるだけで、正直テクニックなんか必要なくてもなんとなく自分での中の書き分けができる。だからぜひぜひ本当大事なことなので、ちゃんと性格までを書き分けるっていう意識を持ってください。こっちはでも書いてても楽しいパターンあるよね。楽しいよ。私も絶対楽しい、こっちの方が。もう漫画から思考なんだよこれ。でもなんかこの二人が今どういうシーン、何会話してるとか考えながら書いちゃうから楽しいです。ということで、ここまでがレベル4です。最後のレベル5は、冒頭で言った通りめっちゃ難しいし、私自身もあんまり得意なことじゃないけど、最後に教えたいと思います。じゃあ、レベル5。レベル5はですね、体格、骨格の書き分けです。小学生、大人とか、おじいちゃん、子供みたいなね。そういうこと。やっぱこれすごく難しくて、あと例えばマッチョガリガリとか。まあこういうのってどっちかっていうと男性とか、なんか青年漫画とか少年漫画描いてる人の方が上手だなって私思って、あんまり女性はそういうことが得意じゃないのかなって、なんか世の中のプロの人たちを見てて思う。で、私も得意じゃないんだけども、まあせっかくなのでみんなに教えます。ということで、じゃあ逆に得意じゃない私なりの、逆にすぐ使えそうな骨格の書き分け。本当は多分ちゃんと骨格を書き分ける人っていうのは、だから骨の形からね、なんとなくこの人はこういう骨、こういう感じ。で、その後こういう風に筋肉がついてる。要はこのメンズキャラはマッチョだからここの筋肉が盛り上がってるとかさ、こいつは
はガリガリキャラだからここのあばら骨が出てるとかいろいろ多分考えながら書くけど、本見てみんな勉強する。そういうのでいいと思う。ただ私は正直自分の漫画でそこまで使わないし、使うとしても男女の書き分けとか、だから大人子供の書き分けぐらいなのね。なのでその辺でちょっと説明したいと思います。こんな感じでちょっと書き分けてみました。これ真ん中がベースとします。一番自分が書きやすいやつ。こっち側に書いたのは、すごく細くて骨々しい体型のイメージ。で、こっち側に書いたのがちょっとムチっとしてるイメージ。さらに身長も高くして大人っぽいイメージ、子供っぽいイメージみたいにしてるんだけども、どういうところを意識したらいいかっていうと、まず標準は自分の一番書けるやつだから標準でいいとして、標準よりも骨々しくしたい時っていうのは線をちょっと直線的にしてみる。例えば肩のラインをカクカクさせてみたりとか、あと細いっていうのを表したければウエストとかをすごくここら辺を細めてみる。くびれを作ってみる。あと足とかも自分がいつも描く足よりも細くしてみて、こういうやっぱ節々が出るところ、そういうところをちゃんと強調してあげるっていうのが細く見せるっていうポイントです。ただこれあんまり骨々しくしすぎると男性っぽい体型にもなってくるので、余計それがすごく難しいところであるから、気をつけてください。女性の骨々しいとやっぱ男性の骨々しいもちょっと違ってくるからね。でもちょっとわかりやすく言うとこういうことです。あとは、例えば T シャツ描いた時に、ここの隙間がね、ちょっと例えば細い人のがもっとこう開くとか、そういうのあるかもしれないですね。そういうので細さを表現する。腕が細いからね。みたいなのもできるかなと思います。で、逆に今度、もうちょっとムチっとした感じにする時っていうのは真逆のことで、この肩のラインをこうなだらかにしてみる。とか、足とかのこういう隙間とかをあんま隙間を開けない。で、ウエストとかもどっちかというとこう細めない。そういう風にしてあげると、こうムチっとしたりとか、子供っぽい可愛らしい体型になると思うので、それぐらいはね、初心者さんでもちょっと意識したらすぐできることかなと思います。がっつり筋肉とかってなるとちょっと難しいからさ。まずはこれぐらいの書き分けの意識をやれるといいんじゃないかなと思います。ということで、レベル5最後一番難しい骨格体型の書き分けでした。いや、難しいよね。そもそも全身が書かなきゃいけない。そうだよね。ということで、今回は、同じ側になってしまう時の対処法でした。よかったらこれを利用していろんなキャラを書き分けてみてください。またコメント欄でお悩みもお待ちしております。よろしかったらまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の島としんと。はい、です。バイバーイ。